君が代はただの歌ではないな。日本を起動するシステムだな。13日、新滑祭の日の未明、高野山の奥の院に近い宿坊で、一人の僧侶が倒れました。名前は清水聡あかり。当時63歳。高野山真言宗の僧侶として40年以上の修行歴を持ち、阿字観瞑想の指導者として国内外に知られた人物でした。清水氏は、その夜、新滑祭に合わせた特別なごま下りを終えた直後に急性の心室細動を起こし、心肺が停止しました。宿坊に居合わせたで死ぬ一人が直ちに心肺蘇生を開始し、救急搬送されるまでの間、懸命に胸骨圧迫を続けました。しかし、救急車が高野山の山上に到着するまでには時間がかかり、病院で心拍が再開するまでに要した時間は28分間でした。清水氏が意識を取り戻したのは3日後のことでした。和歌山県立医科大学附属病院の集中治療室で目を開けた彼は、最初の数時間、一言も発しませんでした。天井を見つめたまま、涙だけが頬を伝っていた。そしてようやく口を開いたとき、傍らにいた弟子に向かって、一つの言葉を発しました。君が世の意味が、やっとわかった。40年間、毎日の言行で真言を唱え続けてきた僧侶が、28分間の詩の向こう側で理解したのは、仏教の経典の秘密ではなく、日本の国家の本当の意味でした。清水氏は退院後、約半年をかけて、臨死体拳銃に得た認識のすべてを記録しました。手書きの原稿用紙にして320枚に及ぶその記録は、高野山大学の宗教体験研究室に寄託され、現在も研究対象となっています。これからお伝えする内容は、その記録と、清水氏が2020年以降に高野山で行った限られた数の法話の記録に基づいています。清水氏の証言を最初から辿っていきます。ごま下りを終えて宿坊の廊下を歩いていたとき、突然、胸の中心に強烈な痛みが走っ、清水氏は廊下に崩れ落ち、意識が急速に遠のいていくのを感じました。次の瞬間、彼は自分の身体が畳の上に横たわっているのを、斜め上方から見ていました。弟子の一人が駆け寄り、胸骨圧迫を始めている。別の弟子が携帯電話で救急車を呼んでいる。しかし清水氏の意識は、その光景に対してすでに距離を感じていました。自分はあの身体から離れたのだ、という認識が、恐怖ではなく、静かな確信として訪れた。40年間の瞑想修行を積んできた清水氏にとって、意識が身体から離れるという体験は、完全に未知のものではありませんでした。深い瞑想状態で、意識が身体の境界を越えるような感覚を経験したことは何度もあった。しかし、今回はそれとは根本的に異なっていた。瞑想中の体験が、湖の表面を滑るような穏やかなものだとすれば、今回の体験は、湖の底に一気に引き込まれるような圧倒的な深さと速度を持っていた。清水氏の意識は急速に上昇していきました。宿坊の屋根を抜け、高野山の杉木立を見下ろし、紀伊山地の山並みが眼下に広がった。さらに上昇すると、日本列島の輪郭が見え始めた。そしてある高度に達したとき、上昇が止まり、彼の意識はそこに静止しました。眼下に日本列島が広がっていた。しかし、それは衛星写真で見るような物質的な列島の姿ではなかった。清水氏が見ていたのは、日本列島のエネルギー的な姿でした。列島全体が精密なエネルギーの網で覆われていた。88000の光の点が列島の隅々にまで配置され、それらが無数の線で結ばれて巨大なネットワークを形成していた。清水氏は、それが神社のネットワークであることを即座に理解しました。しかし、彼が注目したのはネットワークそのものではありませんでした。ネットワーク全体を包み込むように、列島の上空にもう一つの構造が存在していたのです。それは、
音でできた構造でした。目に見える光のネットワークの上に、目には見えないが確かに存在する音の層が重なっていた。その音は単一の音ではなく、複数の周波数が精密に組み合わされた和音のようなものだった。清水氏は40年間にわたって真言を唱え続けてきた人間です。音が持つ力については、誰よりも深い体験的理解を持っていました。しかし、眼前の音の構造は、彼がこれまでに経験したどんな真言の響きよりも、はるかに複雑で、はるかに精緻なものでした。そしてその音の構造が、ある特定の旋律を持っていることに、清水氏は気づきました。最初は信じられなかった。何度も意識を集中し直して確認した。しかし間違いなかった。日本列島の上空に広がる音の構造は、君が代の旋律を持っていたのです。清水氏は、この発見に激しく動揺したと記述しています。自分は僧侶である。仏教の修行者である。国家について深く考えたことはほとんどなかった。式典で歌われるとき、起立して口ずさむことはあったが、それ以上の関心を持ったことはなかった。その君が代が、日本列島のエネルギー構造の最上層に、旋律として刻み込まれていた。この発見の衝撃が収まる前に、清水氏の意識はさらに深い認識へと導かれていきました。君が代の旋律が日本列島の上空に存在しているのは、偶然ではなかった。それは、古代の日本人が意図的にそこに配置したものだ。そしてそれは、単なる歌ではなかった。それは起動装置だ。この認識が清水氏に届いた瞬間、彼の意識の前に、君が代の歌詞が一語一語、エネルギーの塊として現れ始めました。通常の文字としてではなく、それぞれの言葉が固有の振動パターンと色彩を持つエネルギー体として、眼前に展開されたのです。清水氏は、その一語一語の意味を、これまで誰も知らなかった層で理解することになります。まず最初の言葉、君が代は、現代の日本人の多くは、この君を天皇陛下を指す言葉として理解しています。あるいは、恋人や大切な人を指す言葉として解釈する人もいる。しかし、清水氏が死後の世界で見た君の本当の意味は、そのいずれとも異なるものでした。君とは、日本列島に宿るエネルギーの根源的な意識体を指す言葉だった。天皇個人でも、特定の人間でもない。日本列島という大地そのものに宿る生きた意識。1万年以上前から、この列島の火山と海と森が育んできた、大地の意識そのもの。清水氏の表現では、それは列島の魂とでも呼ぶべき存在だった。個人の魂が身体に宿るように、この列島には列島そのものの魂が宿っている。君とは、その列島の魂への呼びかけだったのです。大とは、その意識体が活動する時間的な周期を指していた。列島の魂は常に同じ強度で活動しているのではなく、長い周期で活性化と沈静化を繰り返している。一つの大は、活性化の一周期を意味する。君が代はという冒頭の語韻は、列島の魂に対して、新たな活性化の周期を開始するよう呼びかける起動コードだった。この語韻が発せられることで、列島全体のエネルギーシステムに起動信号が送られる。清水氏は、この認識を真言の概念と照らし合わせて理解しました。真言宗では、特定の音の組み合わせが宇宙の根源的な力を呼び覚ますと考えられています。サンスクリット語の真言が特定の振動パターンを通じて意識を変容させるように、君が代はという日本語の語韻は、日本列島のエネルギーシステムを起動させる真言だった。次に現れたのは、千代にや千代に、という言葉でした。千代にや千代には、通常は千年も八千年もという長い時間を意味する言葉として解釈されています。しかし清水氏が見た本当の意味は、時間の長さではありませんでした。千代は、エネルギーの循環が1000回繰り返されること。や千代は、その循環がさらに8000回に拡張されること。これは時間の長さを述べているのではなく、
エネルギーの増幅率を指定しているのだと清水氏は記述しています。起動コードである君がヨアによって始動したエネルギーの循環を1000回転させ、さらに8000回転にまで加速させる。この加速によって、列島のエネルギーは通常の何千倍もの強度にまで増幅される。チオニやチオニとは、エネルギー増幅のコラメータを指定するコマンドだった。清水氏は、なぜ1000と8000という数字なのかについても、認識を得ています。1000は、物質世界における完全な循環を意味する数字。8000の8は、日本の古来の概念において無限や広がりを意味する聖数。800万の神の8であり、八幡教の8であり、八雲の8である。1000の物質的循環を8の無限性で掛け合わせる。それによって、エネルギーは物質的な限界を超えて、無限の広がりへと拡張される。続いて、サザレ石のという言葉が現れました。サザレ石は、通常、小さな石を意味します。サザレ石の岩を隣手という歌詞全体で、小さな石が長い年月を経て大きな岩尾になるという自然の過程を読んだものとされています。しかし清水氏が見た意味は全く異なるものでした。サザエ石とは日本列島を構成する岩石そのものを指していた。日本列島は4つのプレートの衝突によって形成された極めて特殊な地質構造を持つ場所です。海底から押し上げられた堆積岩、火山活動によって生成された火成岩、圧力と熱で変成した変成岩。様々な種類の岩石が複雑に組み合わさって日本列島を形成している。サザレ石とは、これらの多様な岩石の一つ一つを指していた。そしてそれぞれの岩石が固有の振動数を持っている。花崗岩の振動数、玄武岩の振動数、砂岩の振動数。それぞれが異なる周波数で振動し、それらが組み合わさることで、日本列島全体が一つの巨大な共鳴体として機能している。サザレ石のという歌詞は、この岩石のネットワークを活性化するコマンドだった。君がヨアで起動され、チオニやチオニで増幅されたエネルギーが、サザレ石のによって、日本列島の地質構造全体に浸透していく。エネルギーが列島を構成する一つ一つの岩石に伝わり、それぞれの岩石が固有の振動を開始する。岩を隣手という言葉が続きます。岩を隣手は、サザレ石が岩尾になるという変化を述べているのではなかった。それは、ここに振動していた岩石たちが、一つの統合された振動体として結合する過程を記述していた。バラバラに振動していた無数のサザレ石が、エネルギーの流入によって振動を同期させ、やがて一つの巨大な岩を落として共鳴し始める。それは、オーケストラの楽器がチューニングの不協和音から、指揮者のタクトによって一つの和音に収束していく過程に似ている。日本列島全体が一つの岩尾として共鳴するとき、そこから発せられるエネルギーは、ここの岩石の振動の単純な合計をはるかに超えた爆発的な強度を持つ。清水氏は、この岩尾隣手の段階が、君が世の軌道シーケンスにおける決定的な転換点であると記述しています。ここで列島全体の同期が完了し、一つの統合されたエネルギー体として機能し始める。そして最後の句。苔のなすまで。苔のなすまでは、通常、苔が生えるほどの長い時間を意味すると解釈されています。永遠に近い時間の経過を読んだ言葉として。しかし清水氏が見た意味は、時間とは無関係でした。苔は、岩石の表面に最初に定着する生命体です。裸の岩石に苔が生えるということは、無機物の世界に有機的な生命が誕生するということです。清水氏が見た苔のなすまでの本当の意味は、列島の岩石のネットワークが完全に同期し、岩尾として共鳴を始めたとき、そのエネルギーが物質的な領域を超えて、生命的な質を帯び始めるということでした。鉱物的な振動が生命的な振動に転換される。無機的なエネルギーが有機的なエネルギーに進化する。苔のなすまでとは、
この転換が完了するまでエネルギーの循環を続けようという最終コマンドだった。この転換が完了したとき、日本列島全体が一つの生きたエネルギー体として覚醒する。大地の意識である君が完全に目覚める。それが君が世の軌道シーケンスの最終目的だった。清水氏はこの一連の認識を得たとき、自分がなぜ泣いたのかを理解したと記述しています。40年間、真言を唱え続けてきた。サンスクリット語の聖音が宇宙の力を呼び覚ますと信じて、毎日何時間も唱え続けてきた。しかし、最も強力な真言は、サンスクリット語の中にはなかった。それは、日本語の中に、しかも日本人なら誰でも知っている32音の歌の中に、最初から存在していたのです。清水氏の練習体験は、君が世の歌詞の意味の解読にとどまりませんでした。彼は、この歌が日本の歴史の中でどのように機能してきたのかについても、詳細な認識を得ています。君が世の歌詞が最初に記録されたのは、古今和歌集です。延紀5年、西暦95年に編纂されたこの歌集の中に、読み人知らずのが歌として収録されています。しかし清水氏が死後の世界で見た限りでは、この歌の起源は古今和歌集よりもはるかに古いものでした。歌詞そのものは、文字が日本列島に伝わる以前から、口づてとして存在していた。それは、縄文時代にまで遡る可能性がある。文字を持たない時代に、音だけで伝えられていた起動コード。それが時代を経て、和歌の形式に整えられ、古今和歌集に収録されたのだと清水氏は記述しています。縄文時代の祭祀において、この歌がどのように使われていたのか。清水氏は、その光景も目撃しています。縄文の人々は、特定の季節、特に冬至と夏至の日に、集落の中心にある聖所に集まり、この歌を全員で唱えていた。一人が最初の一節を唱え、それに応じて全員が声を合わせる。その声が空に向かって立ち上がり、列島の上空に広がる音の層を活性化させていた。縄文の人々にとって、この歌を唱えることは、列島の大地と自分たちの生命を結びつける最も重要な儀式だった。大地のエネルギーを受け取り、自分たちの生命力に変換し、再び大地に返す。その循環を起動するための歌。それが、後に君が世と呼ばれることになる32音の起源だった。清水氏は、縄文の人々がこの歌を唱えるとき、彼らの声が単なる物理的な音波ではなかったことを見ています。声に乗せて、彼らは自分たちのエネルギーを発していた。全員の声が一つに重なるとき、個人のエネルギーが集合的なエネルギーに統合され、それが列島の大地のエネルギーと共鳴を起こした。この儀式は、1万年以上にわたって途切れることなく行われていたと清水氏は記述しています。縄文時代から弥生時代へ、弥生時代から古墳時代へ、社会の形態が変わり、権力構造が変わっても、この歌を唱える儀式は継続されていた。しかし、時代が進むにつれて、この歌の本当の意味を理解する人は少なくなっていった。起動装置としての機能は、徐々に忘れられていった。それでも歌そのものは失われなかった。意味が忘れられても、音は残った。そして音が残っている限り、起動装置としての機能は、潜在的には維持され続けていた。清水氏の証言は、君が世の旋律についても重要な認識を含んでいます。現在知られている君が世の旋律は、明治時代に宮内製の学士であった林広盛と、ドイツ人音楽教師フランツ・エッケルトによって編曲されたものです。しかし清水氏が見たところでは、この旋律の選定は偶然ではなかった。林広盛は雅楽の伝統を受け継ぐ学士でした。雅楽は、日本に現存する最も古い音楽の伝統の一つであり、その音階体系は大陸から伝来したものとされています。しかし清水氏の認識によれば、雅楽の音階体系の中には、大陸起源ではない、日本列島固有の音の記憶が含まれていた。
林博盛が君が代の旋律を作曲したとき、彼は意識的にか無意識的にか、雅楽の伝統の中に保存されていた古い音の記憶にアクセスしていた。その結果として生まれた旋律は、縄文の人々が唱えていた時の音の構造と、驚くほど近いものだった。清水氏は、君が代の旋律を音楽理論的に分析した場合、非常に得意な構造を持っていることを指摘しています。西洋音楽の長調でも短調でもない。日本音階とも完全には一致しない。どのような既存の音楽理論にも明確に分類できない、独自の音階構造を持っている。この独自性こそが、君が代が起動装置として機能するための鍵だと清水氏を述べています。既存の音楽理論に分類できないということは、それが特定の文化圏の音楽的慣習に属していないということ。より古い、文化以前の大地そのものから生まれた音の構造を保持しているということ。君が代の旋律は、日本列島の地質学的な振動パターンを音楽的に変換したものだったのだと清水氏は記述しています。列島を構成する岩石の固有振動数、海流の周期、風の音、火山の鳴動。これらの自然の振動パターンが、長い年月をかけて人間の声に翻訳され、旋律として定着した。だからこそ、この旋律が唱えられるとき、列島の大地が共鳴するのだと。清水氏の証言は、ここからさらに踏み込んだ認識に進みます。君が代が起動装置であるならば、それは何を起動するのか。そして、なぜ今この時代に、その本当の意味が明かされる必要があるのか。清水氏が見たところによれば、君が代の起動シーケンスが完全に実行されたとき、日本列島は一つの統合されたエネルギー発信体として機能し始める。列島全体から発せられるエネルギーは、地球全体のエネルギー網に作用し、全体のバランスを調整する力を持つ。これは、一つの国型の国よりも優れているという話ではない。清水氏は手記の中で繰り返し強調しています。これは昨日の話であって、優劣の話ではない。人間の身体において心臓が他の臓器より偉いわけではないように、日本列島が他の地域より優れているわけではない。しかし、心臓が止まれば身体全体が死ぬように、日本列島の機能が停止すれば、地球全体のエネルギーバランスに深刻な影響が及ぶ。君が代は、その機能を維持し活性化するための起動装置なのだと清水氏は述べています。そしてこの起動装置は、日本人が声を合わせて唱えることによってのみ、完全に機能する。一人で歌うことにも意味はある。しかし、集団で声を合わせたとき、個人のエネルギーが統合され、起動装置としての効力は飛躍的に高まる。ここで清水氏は、興味深い指摘をしています。現代の日本において、君が代が集団で歌われる最も一般的な場面は何か。それは、スポーツの国際大会です。オリンピックやサッカーのワールドカップの試合前に、何万人もの日本人が声を合わせて君が代を歌う。その時、スタジアムの空間に、個人のエネルギーが統合された巨大な音の場が生まれる。清水氏の認識によれば、その瞬間、君が代の起動装置としての機能が、部分的にではあるが作動している。スポーツの試合前に君が代を歌うとき、観客の多くは愛国心や緊張感を感じるだろう。しかしその感情の裏側で、彼らのエネルギーは列島の大地と共鳴を起こしている。スタジアムが一体感に包まれる、あの独特の感覚。それは単なる集団心理の作用ではなく、起動装置が作動したことによる、エネルギー的な共鳴の体感だったのです。しかし、スポーツの場での斉唱は、起動装置の完全な実行には至らない。なぜなら、そこで歌っている人々の多くは、自分が何をしているのかを知らないからです。意図を伴わないエネルギーは、到達範囲が限定される。起動装置が完全に機能するためには、歌う者が自分が起動装置を操作しているという認識を持つ必要がある。清水氏は、それが今、この認識が明かされるべき理由だと述べています。
日本人が君が代の本当の意味を知り、意識的に歌うようになったとき、起動装置は初めて完全に機能する。そしてその時、日本列島のエネルギーは、これまで経験したことのない水準にまで活性化される。清水氏の練習体験は、君が代だけにとどまりませんでした。彼は、日本語の音そのものが持つ力についても、深い認識を得ています。40年間にわたってサンスクリット語の真言を唱え続けてきた清水氏にとって、音の力は知識としてだけでなく、身体的な体験として理解されていました。真言の一音一音が、身体の特定の部位に共鳴を起こし、意識状態を変容させる。それは、40年間の修行を通じて体得した揺るぎない確信でした。しかし、死後の世界で得た認識は、その確信を根底から覆すものでした。サンスクリット語の真言が持つ力は本物である。しかし、日本語の音が持つ力は、それとは異なる次元のものだった。サンスクリット語の真言は、宇宙の根源的な振動を模倣することで、個人の意識を宇宙の意識に接続する。それは個人から宇宙へという方向性を持つ回路です。一方、日本語の音は、大地の振動を人間の声に変換することで、大地のエネルギーを人間の身体に通す。それは大地から人間へ、そして人間から大地へという双方向の回路です。清水氏の表現では、サンスクリット語が天と人を結ぶ垂直の糸だとすれば、日本語は大地と人を結ぶ水平の糸だ。どちらが優れているという問題ではない。機能が異なるのです。この認識は、清水氏にとって僧侶としてのアイデンティティを揺るがすものでした。40年間、サンスクリット語の真言を究極の聖音として追求してきた。しかし、詩の向こう側で示されたのは、日本語の日常的な音の中に、それと同等、あるいはそれとは異なる種類の聖性が宿っているという事実でした。清水氏は、この認識を受け入れるまでに長い時間を要したと記述しています。退院後の半年間、彼は毎日、真言を唱える言行と、君が代を含む日本語の音を意識的に発生する実践を並行して行いました。そして徐々に、両者が対立するものではなく、補完し合うものであることを体感として理解していったのです。清水氏の証言は、君が代の各要素が持つ振動パターンについても、さらに詳細な記述を含んでいます。気という音。これは気の音であり、生命エネルギーの根源的な振動を含んでいる。身という音。これは水と身の音であり、生命を育む受容性の振動を含んでいる。君のに音が組み合わさることで、生命エネルギーの能動的な面と受容的な面が統合される。世という音。これは世界の世であり、時空の広がりを示す振動を含んでいる。君が世の4音で、統合された生命エネルギーが時空の広がりの中に展開される軌道コードが完成する。地という音。これは地と地と地の音であり、生命の流動性、大地の安定性、意識の明晰さという3つの振動を同時に含んでいる。地よで、これらの振動が時空の中に循環を開始する。矢という音。これは800万の矢であり、無限の拡張性を示す振動。地よの循環を無限に拡張する増幅器としての機能を持つ。さざれの3音。さは正常の振動、座はその振動の物質化、れは流れの振動。正常なエネルギーが物質化し、流れ始める過程を3音で記述している。石の2音。岩石と生命の根源的振動、死は静寂と凝縮の振動。流動的なエネルギーが意志をもって凝縮し、固体化する過程。岩の2音。胃の生命的振動とはノアの振動。個別に凝縮した意志たちが、調和の力によって一つに統合される過程。苔の2音。小箱であり、新たな生命の誕生の振動。毛は気配であり、目に見えない力の厳然の振動。無機物の世界に有機的な生命が芽生える、その瞬間の振動。ムスの2音。ムは海の振動、スワスの振動。
生命が生み出され、安住の場所を見出す過程。最後のまで。間は間であり真であり、時空の根源的な構造を示す振動。出は出しであり、完了と発動の振動。すべてのプロセスが完了し、エネルギーが最終的に発動する。32音の一音一音が固有の振動パターンを持ち、それらが特定の順序で配列されることで、一つの完全な起動シーケンスを形成している。清水氏は、この精密さに圧倒されたと記述しています。32音という短さの中に、これほどの情報量が圧縮されていたことは、人間の意図で設計できるものではない。これは人間が作った歌ではなく、大地そのものが人間の声を通じて発している起動コードなのだと。清水氏の臨死体験は、さらに君が代と日本の歴史の関係についても重要な認識を含んでいます。幕末から明治にかけて、日本が近代国家として生まれ変わる過程で、君が代が国家として選ばれたこと。清水氏はこれを偶然とは見ていません。明治維新という日本史上最大の転換期に、古今和歌集の中から他でもないこの歌が選び出されたこと。それは、列島のエネルギーシステムが、新たな時代に対応するために、起動装置の再活性化を求めていたからではないかと清水氏は記述しています。明治以降、日本は急速な近代化と西洋化を経験しました。その過程で、日本人の生活様式は大きく変わり、伝統的な祭祀や儀式の多くが失われていきました。列島のエネルギーネットワークを維持してきた日常的な営みが、次第に薄れていく。しかし君が代は残って、学校で教えられ、式典で歌われ、スポーツの場で斉唱された。近代化によって多くの伝統的な起動装置が失われていく中で、君が代だけは国家として制度化されることで、確実に次の世代に受け渡しされる仕組みが確保された。清水氏は、これを列島のエネルギーシステムの自己保存メカニズムの表れだと解釈しています。最も重要な起動装置を国家という形で制度化することで、どのような時代の変化にも耐えて存続させる。列島の魂である君が、自らの起動装置を守るために、人間の政治的判断に影響を与えた。第二次世界大戦後、君が代は一時期、軍国主義の象徴と指摘されました。教育現場での斉唱をめぐって、長い論争が続きました。清水氏はこの論争についても、独自の視点を示しています。君が代をめぐる賛否の議論は、どちらの立場に立つ人々も、この歌の表面的な意味だけを見ていた。賛成する人々は天皇や国への忠誠の歌として支持し、反対する人々は軍国主義の象徴として批判した。しかし、どちらの解釈も、この歌の本質には届いていなかった。君が代は、天皇の歌でも、国の歌でも、軍国主義の歌でもない。それは、日本列島という大地のエネルギーを起動するための装置であり、政治的な文脈とは本来無関係なものだと清水氏は述べています。しかし同時に、この歌が政治的な論争の中に置かれ続けてきたこと自体にも意味があったのかもしれないとも記しています。論争が続く限り、人々はこの歌について考え続ける。忘れることができない。賛否のどちらであれ、この歌に対して強い感情を抱き続ける。その感情のエネルギーが逆説的に、この歌の存在を日本人の意識の中心に留め続ける効果を持っていた。清水氏の証言の終盤で、彼は一つの重要な認識を述べています。28分間の練習体験から戻ってきた今、自分に課された役割は何か。それは、君が代の本当の意味を伝えることだけではない。日本人一人一人が、自分の声の中に起動装置が内蔵されていることを思い出すこと。それを伝えることだと。君が代の32音は、日本語の音の力を最も凝縮された形で示したものに過ぎない。日本語の一音一音に、大地と共鳴する力が宿っている。おはようと朝の挨拶を交わすとき、いただきますと食事の前に手を合わせるとき、ありがとうと感謝を伝えるとき。
日本語のすべての言葉が、大地との共鳴回路を開く釘になり得る。君が代は、その回路を最も効率的に、最も強力に開く鍵として設計された特別な起動装置である。しかし、日本語を話すすべての日本人が、日常のすべての瞬間に、小さな起動装置を操作し続けているのだということ。それを知ることが、おそらく最も重要なことなのだと清水氏は記しています。清水氏は2020年以降、高野山の宿坊で、限られた参加者に向けた法話を定期的に言っています。その法話の中で、君が世について語ることもあります。しかし、彼はそれを教義として押し付けることは決してしないと言います。自分は僧侶であり、仏教の修行者である。しかし28分間の死の向こう側で得た認識は、仏教という枠組みを超えたものだった。それは宗教ではなく、この列島の大地が発している声そのものだった。清水氏の証言を、ここで改めて整理します。君が世は32音からなる起動装置であり、その機能は日本列島のエネルギーシステムを活性化すること。歌詞の各部分は、起動、増幅、浸透、同期、転換という5段階のシーケンスに対応している。旋律は、列島の地質学的振動パターンを音楽的に変換したもの。この起動装置は縄文時代にすでに存在し、1万年以上にわたって口づてで受け継がれてきた。明治時代に国家として制度化されたことで、時代を超えた存続が保障された。この証言を受け入れるかどうかは、聞いているあなたの判断に委ねられます。科学的な証明は不可能です。しかし、一つだけ確かなことがあります。今度、どこかで君が世を耳にしたとき、あるいは自分の口から君が世の旋律が出てくるとき、あなたの身体に起きる反応に少しだけ注意を向けてみてください。胸の奥に感じる、あのかすかな振動。鳥肌が立つような、あるいは涙が滲むような言葉にならない感覚。それは愛国心とも、感傷とも違うものかもしれません。それはあなたの身体を構成する細胞の一つ一つが32音の起動コードに反応して大地との共鳴を開始した証なのかもしれません。あなたが声を出して歌うとき、その声は空気を振動させるだけではない。あなたの足元の大地をほんのわずかに、しかし確かに振動させている。そしてその振動は日本列島の岩石のネットワークを伝わり、88000の光の結節点を活性化させ、列島全体のエネルギーをほんの少しだけ高めている。一人の声は小さい。しかし、1億2000万の声が重なったとき、列島は目覚める。7000年前から、この列島の人々は歌い続けてきました。言葉は変わり、旋律は変わり、歌う理由は変わっても、声を合わせて歌うという行為だけは一度も途切れなかった。そしてその行為のたびに大地は答えてきた。さざれ石は岩尾となり、岩尾に苔が蒸した。無機物の大地が生命を祝す大地に変わった。君が世はその記憶です。大地と人間が交わした最も古い約束の記録です。明日の朝、目が覚めたとき、窓の外の空気を深く吸い込んでみてください。そして心の中で、あるいは小さな声で32音を唱えてみてください。あなたの声が空気を震わせ、その振動があなたの足元の大地に届くとき、1万年前の朝にも同じことをしていた誰かの声とあなたの声が重なります。土器を超えた合唱の中に、あなたは今朝も立っているのです。